どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前60センチ水槽で気孔石レイアウトを作ったんですが、覚えていますでしょうか？初めて立ち上げたレイアウト水槽をリセットし、新規一点セットした水槽なんですが、順調にミスト式管理が成功し、注水まで来ています。まだ見ていないという方は、概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらもぜひ見てやってください。毎回くどいように言っているんですが、今年は新しい水草に挑戦するということで、この水槽に使っている水草は全て初挑戦なんです。とりあえずミスト式までは問題なく進んだので安心しました。今回はフィルター設置を行いつつ、うまく水草が繁茂したのかなどの経過を余すところなくお伝えしていくので、お付き合いのほどよろしくお願いします。それでは早速やっていきます。まず、注水してから外部フィルターを設置するまでに少しラグがあり、しばらくはただ水を張っただけという状態でした。最初の状態はこんな感じで、ミスト式特有の半水中用といった感じです。2日後の状態がこちら。パッと見てわかると思うんですが、ロタラマクランドラグリーンが結構変わってきてます。近くで見ると、頭頂部が完全に水中用になってきてます。注水直後と比べると全然違うのがわかりますね。ルドビジアスーパーレッドも重力から解放されて上に伸びてます。こんな感じでミスト式だと水中に沈めてもすぐに順応してくれるから助かりますね。それから2日後、油膜がやばいことになってきました。ご覧の通りの張り具合でちょっと見るに耐えません。フィルターをつけてなくてもなんとなく水草が成長してくれてたんで先延ばしにしてましたが、4日もそのままだと色々まずいんで、重い腰を上げてフィルターをセットしていきます。それでは今回使用するフィルターを紹介します。まあ当たり前ですが、いつものエーハイム2213です。正直これ一択。というか60センチ水槽はこれ以外使ってません。安心安全のエーハイムがやっぱり最強ですね。上のモーター部分を外したら、中に入っている露材の容量が減るバスケットを取ります。ただ、バスケットを取ってしまうと、そのまま露材が入れられません。基本は1つ1000円くらいする露材固定板というものが2つ必要になります。ただ、固定するためだけの板に2000円かけるのはもったいないんで、今回は猫よけマットと鉢底ネットで作った自作の板を入れます。結構簡単に作れて十分な性能があるからおすすめです。そしてフィルターに入れる露材はもちろんスパイラル露材です。残ってたミューロ A と新品のミューロ A を入れます。続いてはエーハイム純正のアラメスポンジをセット。今回はとりあえずサブフィルターは入れないので、このような構成にしています。その上には改良版のミューロ A を投入。だいぶギチギチになっちゃいましたね。本来はあまり露材入れすぎるとダメなんですが、スパイラル露材で通水性もいいので、自分は構わずギッチギチにします。最後にウールマットの代用品であるゲルマットを乗せます。と、その前にこちらの露材も入れていきます。久しぶりの登場、ピューリゲンですね。こちらはだいぶ前に紹介した繰り返し使える活性炭の代用品です。詳しい容量やセットの仕方は過去動画を参照してください。はかりで重さを測ったらお茶のパックに入れていきます。全量しっかり入れたら
100均のシーラーで圧着します。こうすることでしっかりと密閉されます。最近あまり使っておらず、キュウリ弦が余っているので、今回は贅沢に2つ作ります。先ほどと同じ手順で作業すれば完成。ちなみにこのお茶パック、あまり長い間入れっぱなしにしていると劣化して破れることがあるので気をつけてください。最後に水でふやかしたゲルマットでキュウリ弦をサンドイッチし、これまた自作の固定板を一番上に乗せ、モーター部分をかぶせたら完成。アラメとウール以外は全部スパイラルロ材という贅沢仕様です。なんだかんだこの構成が好きですね。続いてホース類を取り付けていきます。まずはあらかじめ切っておいたホースを給水側につけ、自作の CO2 インライン装置を間にかませます。そこからまた長さを合わせたホースを取り付けます。この給水側のホースの長さは割と適当でも問題ないです。できればジャストの方が見栄えは良くなります。続いて取り出したのはガラス製のサーフェイススキマー付き給水パイプです。先ほどもお見せした通り、この隙間がないと自分の家では油膜貼り放題なんで、必須アイテムと言っても過言ではありません。ちなみにガラスのサーフェイススキマー付き給水パイプは国内製造のものはないので、必然的に中華製になります。簡単な入手方法は Amazon です。排水パイプは今回はリリーパイプ型にしておきます。あとは給排水パイプを所定の位置にセットしていきます。この時先にホースを取り付けておいてもいいんですが、実寸でホースの長さを合わせた方が楽なので、先にセットすることをお勧めします。最後にいつもの呼び水をすれば準備完了です。呼び水の方法に関してはいろんな動画でこすり倒しているので、何かの動画を参照してください。それでは準備もできたのでスイッチオン。さすがにサブフィルターもないので勢いが違いますね。このリリーパイプ型の排水パイプは結構水流も強くなるので、効率的に CO2 を水槽全体に行き渡らせたい方にはおすすめです。あまり泳ぎが得意ではない生態がいる場合はスピンパイプなどを利用しましょう。フィルターを稼働させた後はフィルター内に吸われて減った分の水を継ぎ足していきます。あまり水位が低いと隙間が役目を果たさなくなるので注意。だいたい3リットルくらい入れれば元の水位まで戻ります。ただよく見てみると隙間の中に油膜が入ってません。自分の経験上、あまりにも油膜が分厚く張っているとなかなか隙間に流れてくれなくなります。吸い込んだ油膜で詰まってしまうからです。そういった場合はある程度油膜を吸い取った後に稼働させるときれいになくしてくれます。油膜をある程度取り除かずそのまま稼働させるとこんな感じで、下から見ると汚い油膜がただぐるぐる回ってるだけになります。やっぱり油膜は干渉性を著しく損ねるんで対策しないといけませんね。ガス交換も阻害されるんでいいことが一つもありません。ちなみに本来であれば60センチ水槽はエーハイム2213とサブフィルターを連結させて運用しているんですが、路材の関係で今のところ一つでやっていこうと思います。しばらくしたら他の水槽同様2台体制でろ過することになると思います。正直オーバースペックな感じはしますが、ないよりあった方がいいんでなんとなくそうしてます。他のもサブフィルターつけてるから統一しないと気持ち悪いっていうのもありますね。これでようやく油膜を取りつつ CO2 添加もできるので水草がガンガン育ってくれると思います。まだ初挑戦の前傾層である
ウォーターローンが完全に茂ってはくれていないので、綺麗な芝生を目指していきたいです。それに合わせて生態も導入したいんですが、いつもと違ってバクテリアが定着している露材ではなく、真新しい露材しか使っていないので、しばらく空回ししてからの導入になると思います。入れる生態は数ヶ月前から準備しており、サテライトで待機中なんですが、まだ入れられる状態ではないので、もう少し待ってもらいます。早く生態を入れて、綺麗になった水槽も見てみたいですね。また、この水槽の経過報告もしていくので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。